ピニャラー、マシュルです。ということで今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね。突然来たバランス調整内容まとめということでやっていきたいと思います。はい、ということで10月の27日、日本時間の夜8時以降くらいかな、にバランス調整が突然来てですね、公式からのアナウンスもなく、マジでね、急に来たっていうところがあるので、皆さんね、急になんかこのキャラ強くねとか感じてるかもしれませんが、はい、今回はそちらのバランス調整の内容がね、分かってきたので、全部ね、紹介していきたいと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということでバランス調整の内容をね、見ていきましょう。まず動画の前半ではバランス調整の内容をポンポン紹介していって、後半の方ではこのヒーロー強くなったよねとか、このヒーロー弱くなったよねとか、一通り遊んでみたので、そちらの方を喋っていければなと思っています。はい、ということで、今回のバランス調整は主にヒーローですね。もうほとんどヒーローしか変わっていないので、そちらだけね、まずは把握していきましょう。ということでね、早速、まずはバランス調整の内容まとめ、全部やっていきましょう。はい、ということで、まずはバーバリアンキングから見ていきます。バーバリアンキング、体力が1万から1万5000にアップしました。はい、これでね、非常に高い体力の、誇るヒーローになっていると思います。そして次、パワーのところです。レベル1、メガパンチの威力ですね。メガパンチの威力が増加して850から1200にアップしました。そしてレベル3になるとダメージ上昇っていうところがあるので、レベル3地点でのメガパンチのダメージっていうのは1440になっています。続いて特性のレベル2ですね。ファイターのサブキャラの攻撃速度ボーナスっていうのが 15% から 25% に上昇しました。そしてレベル4のところですね。レベル4のところも 30% から 40% に上昇しました。続いてペッカですね。ペッカは体力1万から1万1000に上昇しました。そして DPS、攻撃力の部分ですね。通常攻撃の速度が 1.5 秒から 1.25 秒に速くなりました。それによって表記のところは600から720に変わったという形になっています。続いてスパイクになります。スパイク、パワーのレベル1のところですね。サボテンボムの DPS が減少して250から200になりました。そしてサボテンボムのスタン時間っていうところが 0.5 秒から 0.15 秒になりました。そしてサボテンボムの移動速度低下効果っていうのが25% から 15% に減少しました。そしてサボテンボムレベル5のところでの DPS っていうのは240になっています。そしてサボテンボムレベル3のところですね。パワーレベル3のところは能力が変わりました。前までは宝箱を開けるとサボテンボムを1個チャージという能力だったんですけど、新しくなったのはサボテンボムの範囲に入っているとスクワットの HP を回復します。1秒あたりに体力100回復するそうです。はい、そしてモーティスになっています。モーティスは特性のレベル2のところですね。召喚ユニットに追加ダメージを付与っていうのが 20% から 25% にアップしました。そして特性のレベル3ですね。サモナーのサブキャラの攻撃速度ボーナスっていうのが 20% から 25% に上昇しています。そして特性のレベル4ですね。召喚ユニットにボーナス HP を付与っていうのが 20% から 25% にアップしています。そしてその他の変更点っていうところも見ていきましょう。まず一つ目、巨大スクワットという特別ルールが追加されました。こちらの巨大スクワットっていうのはね、この前来ていたアーケード乱闘と同じようなゲーム内容ではあるんですけど、エメラルドハント、バトルロイヤル、デュオエメラルドハント、スクワットリーグ、そしてモンスタートロフィーですね。全モードで遊ぶことができます。前回のアーケード乱闘と違うところとしては、宝箱を開けるのにコインが必要、そして宝箱の中身はルーレットではないというところですね。この辺は遊んでいただければね、一番わかりやすいと思いますが、巨大スクワットという特別ルールが、全モードで遊ぶことができます。最後がバグ修正ですね。グリーンヒルゾーンの氷の床を消去ということで、グリーンヒルゾーンのマップの真ん中の方に不自然な氷の床があったと思うんですけど、今はそちらがなくなりました。はい、ということで、バランスと内容まとめいかがだったでしょうか。結構変わったね。マシュロも一通りヒーローね、調整のところとか含めて触ってみて、今後の環境どうなりそうかっていうところをね、ちょっと遊んでみたので、それをダラダラ喋っていくという形になります。また一つ一つね、このヒーロー強くなったよねっていう動画をね、今後明日以降ね、アップロードしていこうと思いますので、まずはね、語り合おうじゃないかというところで、はい、ここからね、ラジオ感覚で聞いていただければと思います。まずね、ババキンからいきますか。ババキンから見ていきましょう。で、体力のところをまずね、触れておきたいんだけど、ババキンの特性のレベル3ですね。こちら、ババキンの 20% HP アップっていう能力があるので、表記体力は15000だけど、実際のところはね、20% アップして18000になるかなっていうところで、マジでね、強い、硬い、ボッ
トのババキンは15000なのかな。特性がどこまで上がってるババキンなのかちょっとわかんないけど、ボットのババキンも硬いし、あとね、メガパンチの火力、これがマジで痛い。ボットのババキンがマジで強くなってるっていうのがあって、合体してないキャラだよね。通常のもう取り立てほやほやのやつ。取り立てほやほやのキャラっていうのは大体メガパンチでワンパンできます。はい。っていうところもね、ちょっと、覚えていただければなと、感覚としてね。てか、メガキャラもかな大体消し飛びます。大体半分くらい消し飛ぶ。まあ、映像今流れてると思うんだけど、大体消し飛ぶので、マジでね、ババキン強くなった。で、特性のところですね、ファイターにボーナス攻撃速度、これもね、アップして、まあ、レベル4でいくと 40% かなアップっていうところなんで、40% アップだよ。40% ってメガポーションよりも高いから。メガポーションよりも高いんで、もう常にポーション以上の攻撃速度ボーナスが乗ってるので、まあ、大体はバーバリアンかフランケンかオプティマスプライムかな。ここがね、マジで強くなってる。特にバーバリアンやばいね。バーバリアン絶対入れた方がいい。まあ、試合ね、遊んでる時に、ババキン増えたなって思うんだけど、誰もね、ババ使ってないよ。なんでだろうね。ババマジで使った方がいいよ。ババキンババはマジで使った方がいいっていうのは、年2年を押しておくくらいマジで強くなっています。はい、っていうところかな。で、環境、今ね、トップだと思う。ババキンのスクワットがちゃんとソールドアウト、編成を最後までね、強化したところまで行くと、ロアキンでも止めれないし、まあ、着衣もね、やっぱご利用されちゃうし、あとね、スパイクも余裕で突破できるしっていうところをね、ちょっと触ってみて、分かりましたね。ババキンマジで強い。で、巨大スクワットね。巨大スクワットっていう新ルール、あれもね、めちゃめちゃ相性いいですね。もうオプティマスプライム取りまくりとかさ、フランケン取りまくりとかで、やられないですね。で、全部にレイジ効果乗るから、もうほんとね、ババキンマジで使っておくが得だと思うっていうので、はい、ババキンをね、使いましょうという感じになっています。で、次がまあ、触れたいのスパイクだよね。みんなスパイクどうなのと、弱くなったのかというところなんですけど、まあ、弱くなりましたね。で、使ってみて思ったのが、マジで使えないっていうわけではないです。別にスパイク使って勝てる。ババキンにも勝てるし、ロアキンにも勝てるし、アチャクイにも勝てるしっていうところで、まあ別に勝てるね。ただちょっとね、不便になったし、ポイントとしてはちゃんとね、ヒーラーっぽくなったね。まあこのパワーのレベル3のところなんだけど、サボテンボムの範囲にいると回復っていうところがあるので、まあ、その辺でちょっとうまく使うというかね、サボテンボム投げて、そこのエリアで戦ってあげるようにすると、まあ、パムのヒールステーションみたいな感じでね、そこで戦ってあげると、意外とね、まあ、勝てたりとか耐久勝ちとかしたりするんだけど、まあ、ちょっとやっぱ逃げられやすいよね。スタン時間っていうのが 0.5 秒から 0.15 秒になったので、もうほぼほぼ敵を捕まえることは難しくなりました。ちゃんと編成強化して敵をうまくね、捉えていくような動きをしないと、負けるなっていうのはあるので、まあ、前みたいに楽々お手軽最強キャラではなくなったけど、まだね、使えるキャラかなと思います。で、まだ一つ嬉しいのがね、サボテンボムの火力はね、まあ、若干落ちたけど、まあ、まだ使える範囲なんで、イベントとかではね、全然活躍してくれそうっていうのがあるので、まあ、今後予定されているソロエメチキランとかね、まあ、今後も来るだろうエメチキランとか、まあ、また蝶々集め的なね、新ヒーローが来た時のイベントとかっていうのは、それなりに活躍しそうだと思うので、まあ一応範囲攻撃の火力、そこそこの火力キャラみたいなところで捉えておくんだったら、イベント用としてね、育成するのはまあなしではないのかなと思うので、はい、その辺もちょっと視野に入れてっていうところですね。で、スパイクの動画もね、また撮ろうと思いますので、そこでどういった風にやれば、まあ戦えるのかっていうところも、喋っていきたいと思いますが、まあちょっとね、勝ちにくくなった。けど、まだ使える。勝てるし、普通に戦えるキャラではあります。はい、お次がペッカ。ペッカですね。これも強くなったね。これ強くなって、まずね、体力のところですね。こちらババキンと同じ感じでね、ペッカもレベル4のところで 20% の追加 HP があるので、実質 13,200 ですね。13,200 の体力で戦うことができます。で、あと攻撃力の部分だね。720っていうのは一発のダメージは変わっていません。通常攻撃のダメージは今まで通りになっています。なんだけど、攻撃速度が速くなったので、まあ、1秒間で当たるダメージがアップして、表記が720になったっていう形になっているので、はい。まあ、シンプルに攻撃速度が速くなったっていうところだけね、押さえておきましょう。これくらい速くなってくると、蝶々も集まるね。モンスターがね、割と少ないような、まあ、アイスワールドとかね、そういったワールドでも、まあ、半分以上、試合の終盤には蝶々が溜まっている、パーセンテージが溜まっているので、火力もそこそこアップしているという形で、非常にね、戦いやすくなりました。まあ、これまでだとやっぱね、ほぼほぼ耐久ペッカしか見なかった、バトヒートウィザード積んでみたいなペッカしか見なかったんだけど、昨日使った感触だと、マックスレオンとかね、まあ、いつものというか、ああいった編成でもね、戦える感じになりましたね。
バトルヒーラーとか意識しないといけないと、そのサブキャラがね、やられやすいっていう特徴はこれまでと変わらないんだけど、それでもね、メイビスで資源稼いで、サブキャラをしっかりと蓄えて、バトルヒーラーでちょっと補強してあげて、あとはペッカでご了していく。そんな立ち回りもね、全然できるようになったので、普通に戦えるヒーローになりましたね。で、環境じゃあ一番強いですかって言われたら、そうではないかな。ババキンの方が個人的には使った感触強かったし、あとね、やっぱ範囲攻撃に弱いし、足も遅いので、スパイクとかにやられやすさもね、若干あったかなっていうのはあるんだけど、とはいえ普通に強いし、サブキャラが1、2体犠牲になろうと、ペッカ自身がスタンも効かないので、しっかりとね、ヒーロー直落としとか、攻撃速度がここまで速くなると、サブキャラがマジで簡単に1体ずつ確実に仕留めていけるっていうのがあるので、その辺も強かったですね。ただね、巨大スクワット、あれはめちゃめちゃ弱いですね。巨大スクワットはね、やっぱ範囲攻撃がね、パワー一応ね、縦長に範囲攻撃があるんだけど、ちょっとね、ババキンとかの方が強かったねっていうのがあるので、はい、その辺もありますが、基本的には使えるヒーローになったかなと思います。で、調整が加わったのでいくと、モーティスかなモーティス、これもね、どうなんだろう。なんかね、コウモリの体力が減っているバグみたいなのはまだあるんだけど、ちゃんと強くなってるね。この特性の2、3、4のところがアップして、これね、結構強かったな。普通に戦えたね、テラー博士使ってあげたりとか、テイルスとか使ってあげたりしたんだけど、シンプルに火力出るようになってます。で、コウモリもちゃんとね、しがみつけば十分火力はこれまで通り出るので、悪くない性能してると思います。特にスパイクかな。スパイク全然戦えますね。普通にね、使えるヒーローにはなったかなと思います。環境でめちゃめちゃ強いかっていうと、そんなことはないというか、ババキンにちょっと打たれ弱いっていうところがあるので、そこだけ強いかな。そこはでも足の速さとかで補ってあげればどうにかなったりする。エメラルド稼いで逃げてあげるとか、そういったところも徹底してあげれば普通に強いし、使いこなしてあげれば別に何も問題ないヒーローかなと思うので、はい、着実にモーティスもね、いい感じになっています。で、あとね、調整もらってないキャラ、ソニックはね、ちょっとね、変わんないね。変わらずちょっと弱い方向に、行ってると思います。火力がマジでね、出ないかな、ソニック。なんかバグがあるっぽいんだけど、ちょっとマシロもうまく把握してないんだけど、ソニック今の環境だと弱いかなと思います。アチャクイから見ていきましょうか。アチャクイ使ってみたんだけど、今の環境、このバランス調整5の環境ですね。別に戦えるね。普通に強いですね。ババキンも全然崩せるし、もちろんね、ロアキンも崩せるし、スパイクは崩しやすくなりましたし、モーティスにも全然勝てるしってところで、アチャクイね、普通に強い。これまでも変わらない通り、X スナイプうまく使っていけば、全然勝てると思います。そのババキンだね。ババキンのメガパンチで崩されないようにだけ、しっかりとホットシューターのキャラを揃えてあげて、バトルヒーラーとかヘビーとかうまく使えば、全然勝てると思います。で、アチャクイね、巨大スカット。のところでめちゃめちゃ強かった。巨大スクワットでめっちゃ着衣強くて、X スナイプをね、打ち込むと、合体キャラなんでね、そう、巨大スクワットってメガじゃないんですよ。合体なんですよ。なんで、合体キャラの体力ってたかが知れてるので、X スナイプで簡単に崩せるくらいの体力なんですよね。巨大スクワットでも意外と強かったのがアーチャークイーンになります。はい、っていうところで、アーチャークイーンを引き続き使ってあげるっていうのはいいと思うので、しっかりとね、使いこなしてあげるっていうのが、まずは環境生き残れるかなと思います。で、ロアキンもですね、変わんないね。別に普通に強かった。ババキン崩せるかなロアキンは。結構簡単に崩せる。やっぱね、コインの稼ぐスピードはババキンと段違いでね、ロアキンの方が速いので、コイン稼ぎの速さ、編成強化の速さっていうところを活かして、このババキン全然編成強化できてないじゃんっていうタイミングで攻めてあげるってところですね。律儀にラスト1分切るまでね、攻めずに待ってあげたりすると、ババキンの方も強くなっていくので、そこの差の勝負です。はい。ラスト1分に入るまでに、ロアキンは編成をしっかりと整えてあげて、ババキンがまだ完成しきってない頃に崩してあげるっていうのが非常にポイントだと思います。で、その他、スパイクはね、これまで以上に簡単に崩せるね。スパイクに相性がいいと言ったらちょっと言い過ぎかもしんないけど、それくらいロワイヤルキング強くなっているというか、スパイクがね、弱くなったので、非常に強いと思います。別にロアキン使ってもこの環境はいいと思いますね。もちろんね、ロアキンっていうのはペッカに非常に強いというところで、はい、そちらもね、押さえていただければと思います。はい、ということで、一通り喋っていきましたが、まだ直感っていうかね、ほんとね、触ってみてのところなんで、もうちょっとね、環境動くと思うし、最適な編成とかもまだ見つけれてないし、スパイクとか着衣の編成がこのままでいいのかとかね、ペッカの最適編成がどうなのかっていうところはちょっと悩んでいるポイントではあるんですけど、ざっくりとポイントを分けるとしたら、やっぱババキンが今一番環境で、強いかなと、一歩飛び抜けたかなと思います。で、ついで、ペッカかな2番目って言ってもいいんじゃないでしょうか。で、耐久系のペッカですね。あれもね、ちょっと強くなってる。だからペッカの攻撃速度と体力がね、アップしたので、なんか耐久系、バトヒートウィザードの耐久系ペッカに履
拍車がかかった感じになります。崩しにくくなりましたね。まあ、2番目くらいかな。でもやっぱババキンの方がちょっと使いやすさもね、含めてね、まあ、あったかなと。巨大スクワットとかでやっぱ勝ちやすいですね、ババキンの方が。で、3番目は、まあ、ロアキン、アチャクイが同率なのかな。まあ、スパイクも同率、まあ、モーティスも同率かな。ロアキン、モーティス、アチャクイ、スパイクっていうのが、まあ、乱立している状態かなと思います。まあ、それぞれね、強み弱みあって、まあ、アチャクイの方がスパイクより強いだろうとか、まあ、別に立ち回りでカバーできるポイントもあるし、状況によってはね、相性をひっくり返すくらいの時もあるし、装備しているパワーとかね、編成によってね、このキャラがいたから最後キルできたとかね、いろいろあったりすると思うんで、まあ、ほぼほぼ乱立している状態かなと思います。はい、そんな感じで皆さんぜひバランス調整に対する感想も聞かせていただければと思いますので、ぜひコメントでお待ちしております。ということで、良ければ高評価、チャンネル登録お待ちしております。では、次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。